今回はEP、たつきのリリース、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。森本さんのデビュー EP になるんですよね。そうなんですよ。90日間で、できるだけクオリティの高い曲を作って、リリースできるかどうかっていうのをですね、試そうと思ったんですね。レーベル選びっていうのも結構大変じゃないですか。そうなんです。これめちゃくちゃ時間かかって、でも、ここってすごく重要なポイントだなと思っていて、音楽で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、小川井です。今日はアーティストインタビューをお届けします。以前にこのチャンネルでコラボレーションしてもらった DJ の森本さんです。森本さんは YouTube で DJ の How to や解説動画を配信されていて、楽曲制作もされていて、今回なんと海外のレーベルからリリースが決まったそうです。昨日ちょうどデジタルの配信が始まったそうなので、よかったら下のリンクから聞いてみてください。で、インタビューをさせてほしいとお願いしたところ OK をいただいたので、早速お話を聞いてみました。森さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。前回のコラボ以来になるんですけれども。はい、そうですね。結構間空きましたよね。そうですね。前回2月下旬ぐらいだったんで、4ヶ月ぶりぐらいですね。そうですね。お互いフーディーを着てたのに、もう今や T シャツですよね。今日本当だ。今日また白い T シャツっていうのが変わってる感じはありますけど、今回はEP、たつきのリリース、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。なんとか出せました。はい。いや、でも本当そのニュースを聞いたときめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。なんかそう言っていただけてなんか嬉しいです。はい。すごいです。早速聞かせていただいて、3曲入ってて、3曲ともめちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。あれなんですよね。イギリスのレーベルからリリースされてるんですよね。そうなんです。イギリスのレーベルなんですけども、なんかそのレーベルオーナーはですね、おそらくなんですけど、イタリア人です。僕すいません。ちょっと情報が危うくて、多分、この動画を見てくださってる方で、ちょっとレーベル詳しい人とかだったら、ちょっとでも詳しい人だったら、多分僕よりかは詳しいと思うんですけど、その方の拠点は多分イタリアなんですね。で、ただ、そのレーベルのなんか所在場所とかが UK であったりとかするので、おそらく UK のレーベルかなと思っているんですけども、ブルームーブミュージックってところなんですけど、森本さんはそのレーベルに関しては前から知ってたんですか？そうですね。結構かっこいい曲も多くてですね、僕好みの曲も多かったのと、何よりもそこになんか在籍しているアーティストがジョエル・ムルであったりとか、ベン・シームズ、あと石野卓球さんともコラボレーションしているベロシマって人もいてですね、なのでかなり個人的に好きなアーティストが在籍しているレベルでもあったので、もうめちゃくちゃ今回リリースできることがなんか決まった時に嬉しかったですね。はい。デモを送ったんですよね。そうです。はい。皆さんサウンドクラウドっていうのをアプリ使ってらっしゃると思うんですけども、あそこで個人的に好きなレーベルを探して、でそこのレーベルがそのアカウントを持っていたら、そのアカウントからメールをデモの URL をくっつけて送りつけるっていう感じですね。今回その EP っていうのは森本さんのデビュー EP になるんですよね。そうなんですよ。EP としてはこちらがですね、一番最初のデビューなんですけど、実は最初にデモを送った時、今回3曲決まってたんですけど、実はプラスもう1曲あって、本当に4曲をですね、レーベルにガッと送ってたんですけど、そのうちの1曲をですね、ラブパレードのチャリティーコンピレーションのアルバムを作ってて、ぜひその1曲をその中に入れたいから契約交わさせてみたいな感じで、素敵な連絡が来たので、ラブパレード行ったことはないんですけども、やっぱり存在はしてますし、石野卓球さんだったりケンシーさんとかの活躍も見てたので、なのでそういうのに
出れるっていうのですごく嬉しくて、しかも2010年のなんか、事故で被害に遭われた遺族の方、家族の方にですね、その利益、収益が全ていくっていうなんか素敵な内容だったので、ぜひぜひという感じで言ってたやつが、実は18日と結構数日前にリリースされてたのがですね、後々になって連絡が来て、なんかそれをなんか iTunes、Apple とあとビートポットとかでバンドキャンプですかねとかでリリースしてるっていう URL がピョッと送られてきて、そこで初めて知ったんで、なので正式ななんかデビュー曲のリリースのデビューは、その6月18日だったんですけども、シングルとしては今回の6月25のさつき EP が最初のデビュー作となります。はい。どんな気持ちですか？いや、もうなんかすごく嬉しいっていうことと、なんか達成感、一つのこの目標を達成できたっていう感じはすごくあるんですけど、僕がですね、ちょっと40もなって、40歳になって、その20歳の時だったら多分単純にですね、出せたっつって自慢してですね、浮かれてたとは思うんですけど、今はやっぱりちょっとその先のこともやっぱ考える年齢になってきたので、これがですね、売れなかったりとか、人気がなかったりとか、酷評を得てしまったら、なんか逆にその次のチャンスがなくなったら怖いなっていうものもあったりとかして、やっぱり本当ビジネス的にある程度こう数字が出たらいいなっていう、そっちがですね、今気持ちがいってる感じですね。ちなみに森本さん、その楽曲を作り始めたのっていつからなんですか？ギターのコード、ABCDEF とかああいうのを覚えて自分なりにこう書き始めたのが、16歳ぐらいからで、そこはロック的なポップス的なやつだったんですけど、で、打ち込みに興味があって、そういうフロア DJ が使うようなクラブミュージック的なものを作り出したのは18歳9歳ぐらいの頃からですかね。はい。なんですけど前もコラボさせていただいて、その動画の中でお話しさせていただいたことと重複するんですけど、ちょっとやっぱりこうクラブとの人付き合いがこう疲れて、23、4、5ぐらいここら辺でですね、DJ をやめてしまったタイミングで、曲作りもですねちょっとやめちゃったんですよね。なので結構ブランクがあって、でまたこう最近DJ したいなと思ってし始めて、その後にもう一回こう楽曲作りたいなっていうふうに思って作り始めた感じですね。早速その今回リリースされるその森本さんの音楽の方の話にしたいんですけど、3曲入ってて、3曲ともめちゃくちゃかっこいいなと思うんですけど、ありがとうございます。全部こうめちゃくちゃ踊れる曲だなってこう私のその感想としてはすごいあったんですけど、ありがとうございます。森本さんがその楽曲作られるにあたってこだわった部分っていうのはどんなところですか？ありがとうございます。その踊れるって言っていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。やっぱりこう曲作る上で、そのグルーヴでちょっと体が揺れるようなもの、どちらかというと家の中で楽しんでいただけたらそれはそれで嬉しいんですけど、どちらかというとクラブで楽しんでもらえるっていうことを一番に考えて作ったので、なので多分ちっちゃい音で聞くとそこまで楽しくないかもしれないんですけど、大きい音で聞いていただければなんか楽しさ感じていただければいいかなっていうのはありますね。でやっぱり一番メインはそれを聞いた人がDJ で使いたいなって思っていただけたらいいなと思ってやっぱり作りました。なんかこの曲をその最初から最後、多分7分ぐらいある曲ばっかりなんですけど、なんか1曲で聴いていただけたらそれはそれでもう嬉しいんですけど、なんか DJ でこれ使いたいなと思ってもらえたらいいなっていうことを考えて作りました。なんかどんなところで使ってほしいみたいなんてありますか？どのタイミングでもかけれるような細工というか工夫っていうのはすごくさせてもらったつもりなんですけども、できればその最初の方の地ならしで使われるよりかは、例えば地ならしというか、DJ がプレイしていて今日の聴衆であったりとかお客さんとのその最初のコミュニケーションでお客さんがどういうものを望んでいるかとかのそのある程度のコミュニケーションが終わって
お互いの意思疎通が終わった後、じゃあここから本番というかもう勢い入れるぞみたいなギアをこうグッと入れる瞬間に使ってもらえたら嬉しいなと思っています。なるほど、なるほど。まさに私、2曲目のになるのか、私がこう見た順番だと2曲目だったんですけど、はい。夜風っていうタイトルのありがとう曲ございます。が、はい。本当になんかこう聞いてて、これから何かが起こりそうな、すごいこうワクワクドキドキしてくる、なんかその感じがめちゃくちゃあって、嬉しいですね。後半ぐらいになんかブレイクが入って、ちょっと曲調が変わっていくっていう、その変わり方もすごい好きで、ありがとうございます。本当に夜風がめちゃくちゃお気に入りです、私は。ありがとうございます。嬉しいです。はい。気に入っていただけるものが出て嬉しいです。はい。ちなみに、全曲、3曲ともその日本語のタイトルをつけられているんですけど、それはあえてやっぱり日本語をつけるっていうふうにこだわられた部分なんですか？そうですね。ヨーロッパの人間でもなく、アメリカの人間でもなく、こうアジアの日本って国のアーティスト、ただ単純にその曲が気に入っていただけたっていうのもあると思うんですけども、でもやっぱりそこになんですかね、求めるものってやっぱり個性かなっていうのもあったりとかで、やっぱり世界的にもその日本のテクノアーティストの個性って特にケンシーさんとかもそうだと思うんですね。石野卓球さんであったりとか DJ ノブさんとか、あとは僕大好きなコフュージョンさんとかもそうなんですけど、やっぱりこうなんか日本独特の、特徴みたいなのがすごく皆さんあって、でそういったものを多分求めてる部分ももしかしたらあるかなっていうのがあったので、曲を作る時にももちろんその日本のカルチャーであったりとか、その空気感みたいなのが伝わればいいなというのもあったのと、やっぱり曲のその曲名をつける時にこれを日本で作っていて、日本のジャパニーズテクノじゃないですけどの良さであったりとか、自分が思っているジャパニーズテクノの雰囲気を出しているのに曲名に英語っていうのはちょっと違うかなっていうのもすごくあったのと、夜風であったりとかそういう名前をつけることによって日本の人はその曲聴いて夜風ってなったらそれなりにそのイメージ作ってもらえるとは思うんですけども、外国の人からしたらこの夜風の部分から多分調べると思うんですよね、なんか気になる人は。はい、でそれでこれが日本のなんか空気感なのか匂いなのかみたいなのを感じてもらえた方が、なんかテクノミュージックとかってそのポップスと違ってなんかこの曲のメッセージはこうなんだよっていうのはやっぱりあんまり特定しないじゃないですか。自由にこう解釈する広さがあると思うんで、その自由に解釈できるその範囲を英語からその日本語に移行することでもうちょっと広がるんじゃないかなっていうのもあって日本語にしました。なるほど。さっきおっしゃってた、その森本さんがケン石井さんとか、石野卓球さんとか、コフュージョンさんとか、なんかその日本人のそのアーティストで、その日本人独特というか、その日本人ならではのその、こう、なんですかね、感性みたいな、そのジャパニーズテクノっていうふうにおっしゃってましたけど、森本さんとして、それぞれ皆さん個性があるので、その全部がこうだとは言いづらいとは思うんですけど、こう例えばそのジャパニーズテクノって言った時の、その森本さんが考えるそのイメージするものってどんなものですか？そうです。これに関してはやっぱりそのテクノ自体の歴史はもう、88年9年とか本当はそういう音はですねもっと前からあるんですけども、なんかこう字に起こされてこうインタビューとかで本当にすられて世の中に出たのが多分その88年89年ぐらいなんですけど、で今2020年で結構時代としては流れてるんですけども、やっぱりね、なんていうんですかね、ロックみたいにしっかりとした系譜というかが残ってないで、わりかしこの日本から見たこのテクノ史観みたいなのであったりとか、ヨーロッパが持ってるテクノ史観とか、もちろんその本場のアメリカのテクノのその歴史観というのは全然違うとは思うんですけど、どうしてもやっぱり日本ってなんか YMO のその影響ってすごく大きいと思うんですね。で、なんですかね、ちょっと話がなんか大きくなるかもしれないんですけど、もともとそのテクノっていうのが始まりが
パンクリベンジみたいな感じでアメリカの方とかヨーロッパの方で言われてるんですけど、やっぱり日本ってどちらかというとそのエレクトロニックのその音のその未来感であったりとか、演奏者が誰がやってるか分かんないとか、もう本当に未来の音だみたいなところの盛り上がりがすごい強いと思うんですね。それが僕の中で日本のそのテクノの、なんか見方になっていて、多分それがそれぞれ石野卓球さんだったりケンシーさん、コフュージョンさんとかの音にすごく出てるなっていうのを思うんですね。なんかその未来を感じるっていうところは他のそのヨーロッパとかアメリカの人よりかはなんかちょっと色が濃いような気がしていて、それが僕の中のそのなんかジャパニーズテクノの雰囲気になるので、なんで自分がこう作る時もなんですかね、トライバルなものであったりとか、こうビートが乗っかってるものとかもどちらかというとそのちょっとメタリックであったりとか日本っぽい、メタリックな音も日本っぽいちょっとこう細いというか線が細いけども硬いみたいな、そういった雰囲気が出ればいいなっていうところもあって作っていたりとか、なんか僕が思うその日本のジャパニーズテクノっていうのはそのなんかこう日本独特のこう目線から見ているテクノの歴史観ともつながるかなとは思ってますね。はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんか面白いですね。そういう話を聞くのは。ありがとうございます。はい。今回そのデビューシングルなんですけど、今この時代その個人でリリースしようと思えば楽曲ってこうリリースできると思うんですけど、もう個人でバンドキャンプで売るとか、あとSpotify でそういうストリーミングサービスに乗っけちゃうとかできると思うんですけど、あえてそのレコードレーベルからリリースするっていうのはやっぱりそこにこだわられたんですか、その森本さんは。そうですね。やっぱりこだわった理由は何個かあるんですけども、大きいところは自分で出そうと思えば出せるんですけど、じゃあそれのクオリティってどうなんだっていうジャッジが客観的にできないので、自分の作ったものが本当売り物として通用するレベルかどうかっていうのをジャッジしてもらうためにはやっぱ他のレベルから出すっていうことがすごい重要かなと思って、なので自分で出すというか、他の人から出してもらおうっていう、他の人からって言ったらあれですけどレーベルから出してもらえばいいかなっていうのは大きなところですね。で、あとはやっぱりこの自分で出して自分で宣伝していろんなところでこうなんですかね、発信するのもできるとは思うんですけど、やっぱりこの一人で個人で発信するのってやっぱ結構その限界があるとは思うんですね。なので可能であれば自分が知らない世界を知っている人たちに発信してもらうのが自分の世界も広がりますし、いろんなものとこうつながりができるかなと思ったので、そこもあって、海外のレーベル、特にやっぱ海外のレーベルっていうところにこだわって、いますね。はい。なんか今回このリリースするにあたってちょっと制限を設けたんですよね。そうなんですよ。今回ちょっと自分の中で制限をつけてですね、その制限って何かっていうと、今回はですね、曲作りするときに昔の使ってる機材がですね、もう全然寿命で使えなくなったので、なんか新しい機材使おうと思ったときに、そのパソコンで使えるソフトウェアを使おうと思ったんですけども、その時に人気があっていろんなアーティストが使ってるので、Ableton Live っていう、11なんですけども使おうと思ったんですが、それにはですね、90日間使えるこの無料体験版みたいなのがあるんですね。なんでそれを使ってその90日間でできるだけクオリティの高い曲を作って、リリースできるかどうかっていうのをですね、試そうと思ったんですね。で、それでリリースができたら、今後も本格的にしっかりと曲を作っていこう。もし無理だったら、諦めてですね、曲作りをするのをやめようっていうのをですね、自分の中でですね、ちょっと決めまして、そのハードルをですね、なんとか今回はちょっと超えることができたんですけども、無料体験版でやったっていうとですね、どうしてもこれを見てくださってる方がなんかこう貧乏くさいなってこう思われるかもしれないんですけども要はそれぐらいなんかカジュアルな感じで曲作りをしているってことをですね、知っていただきたいのと、それぐらいの気持ちで曲作り始められるっていうのと、そんな状況でも海外のそこそこのレーベルからリリースができるっていう事実、これを知ってもらえたら
今曲作りをしている人とかの、昔の僕もそうなんですけど、自分が曲作りしててもうまいこといかないなっていう人たちのこのなんか勇気になるんじゃないかなと思っております。はい。見事その90日間のその、無料体験期間で曲を作って、で、はい、そしてレーベルからリリースが決まったっていうことなんですよね。そうです。はい。すごいですそうなよね。んです。いえいえ、ありがとうございます。でもこれってすごく重要なことがこのなんですかね、アクションの中にあるなと自分の中ですごく思っていて、その重要なアクションって何かというと、とりあえず曲を作ってそれを送るっていうことをなんですか、本当締め切りを作ってやるっていうことがすごい重要だなと思ったんですね。やっぱ90日間で曲をある程度クオリティ高いものを作るためには操作性も覚えなきゃいけないので、1曲作るだけじゃなくて何曲もいろんなイメージするものが表現できるように何ができるかってそのソフトをいっぱい使わなきゃいけないですし、で昔の僕もそうなんですけど、ちょっと気になる点があったら完成しきれなくてずっとその寝かしたりとかして形にできなかったこととかもあるんですけど、やっぱ90日決めるとやっぱ形も決めなきゃいけないですし、あとレーベルに送った後に向こうからこの音下げてとかなんかリクエストが来た時に答えなきゃいけないので、その無料期間の日数にもこう余裕を持って動かなければいけないので、例えば1ヶ月間でバーッと曲作ってとりあえず1ヶ月目で送るみたいなで2ヶ月目で送るとかっていう風にしてで余裕を持ってこう動かないといけないので、ある程度で終わらせてで送るっていうことをして、でそれで反応がなければじゃあそのクオリティの部分の見直しもできますし、だからやっぱり結局寝かし続けてるとクオリティのチェックもできないので、やっぱり出すっていうことがすごい重要だなっていうのはすごく思いましたね。はい、なるほど、なるほど。確かに、だから、ね、その細かい部分でちょっとここ気に食わないみたいなって考え出したら、多分いくらでも出てくるんで、そうです。結局そればっかりに集中すると、誰にも聞かせられないままずっとその自分の中で眠ってるだけになっちゃうっていうことなんですね。で、それがその期限っていうのを設けると、もうどうしてももう結局もうちょっと気になるっていうか、なんか気に食わないところってちょっとあるけども、ここはいいっていう、ちょっともうそうですね。はい。もうそうですね。はい。なるほど、なるほど。で、そこから、いろんなレーベルにそのデモとしてこう送られる、はいね。それもその、なんていうかな、レーベル選びっていうのも結構大変じゃないですか。そうなんですよ。ここがすごい重要で、これ星野アニバーサリーさんっていうアーティストで DJ の言葉ですごく自分に刺さった言葉があって、それが100人とか1000人のオーディエンスに気に入られるより気に入ってもらえるよりですね、たった一人のレーベルオーナーに気に入ってもらえる方が話が早いとか、そっち側の方がハードルが低いっていうことを言っていて、それはそうだなと思って、じゃあ自分が作ってる曲にハマりそうな、自分の作ってる曲をかけそうな DJ というかオーナーをですね探すっていうことをですね始めまして、で自分の持ってるレコードもですねもう一回見直したりとかして、でさらには自分の持っていないレーベルでもあるんじゃないかと思って、テクニックっていうそのレコード店のホームページに行ってですね、ハードテクノとかっていうそういうワード検索でですね、いろんなレーベルを見て聞いて視聴して、僕の曲がハマるかもしれないってところをですね、とりあえずですね探して、そこを50個ぐらい一斉にそこに自分のデモの URL をですね貼って送るって感じでしたね。はい。50個もそのレーベルを探すっていう作業もすごい結構大変ですよね。そうなんです。これめちゃくちゃ時間かかって、結構一日中朝から晩までずっとそういうことやっていて、でも、ここってすごく重要なポイントだなと思っていて、なんとなく選んで出しても実はその中にも反応がリリースにはならなかったんですけど、反応があったレーベルも何個かあって、テクネイジアのやってるシノサイノっていうところからも連絡が来て、テクネイジアから連絡が来たと思って興奮したんですけども、いやすごいいい曲なの分かるけどうちとはちょっと違うねとかって言われたりとか、そういうのもあったので、やっぱりいい曲だと
思ってもらっても色が合わなかったらやっぱりリリースしてもらえないっていうのもすごく感じたので、やっぱり色が合うところを探すっていうのと、その人に気に入ってもらうっていうのがすごく重要なポイントなので、時間かけるっていうのはすごい重要かなと思いました。なるほど、なるほど。はいじゃあ、曲作りももちろん時間かかりますけど、プラスそのレーベル、自分でレーベル選ぶっていうところも結構やっぱ時間を割いたっていうことなんですね、今回。そうですね。ここすごい重要かなと思いますね。はい。今、そうやってそのクラブミュージックの楽曲制作をされていて、まだどこにもそのリリースしてない人とか、はいあとは今後、これからやりたいなって思ってる人とか、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった方に何かメッセージってありますか？なんか僕みたいな人間がそんなこと言うとちょっとアドバイスに対してちょっとおこがましいというか偉そうなのでしづらいんですけども、一回自分の曲のクオリティがどれぐらいか確認するためにチェックするために、とりあえず今すぐある程度 70% ぐらいまとまった曲はですね送った方がいいですっていうことですかね。はい。で、僕の曲聴いてもらったら多分わかると思うんですけども、その歴史に残る名曲みたいなものは、全然作れてないですし、で、世の中にいっぱいテクノの曲っていうのは存在するんですけども、ハウスの曲とかも。でも、その中でこの歴史に残るような、もうなんか音楽のシーンをちょっと変えたっていう曲なんか、本当に数えるほどしかないので、なんかそこを最初から目指してというか、なんか日本人って結構真面目な人多いので、それぐらいのクオリティないと送っちゃいけない。なんかちゃんと喋れないと英語喋っちゃいけないみたいなところが多分あるじゃないですか。そういうの考えずに、フランクにとりあえず送ってみたらいいんじゃないかなと思います。そして、さっきも言いましたけど、どうせ送るなら自分と気が合いそうなオーナーを探すっていうところにですね、労力を向けるのもいいかなと思いますので、そうすると、僕みたいにですね、って感じでリリースできる人がですね、増えると思いますし、で、日本でそういうリリースする人が増えれば増えるほど、この音楽業界というかテクノハウスの方にですね、興味持つ人ってどんどん増えてくると思うんですね。そうしたら、もっと自分たちがやってる音楽をですね、楽しめる場所も増えると思うので、皆様がどうしようかなって悩んでる人が一歩を踏み出すことでシーンがちょっと大きくなるっていうところもあると思いますので、ぜひぜひ一歩を踏み出していただければなと思います。はい。今後もそうしたらその90日間の、無料期間っていうのは多分もうそろそろ終わるんじゃないかなと思うんですけど、それはまたソフトを買って作り続けていく方向ですか？はい、もう自分で決めた課題はですね、目標は達成したので、ちゃんと購入して清く正しく作ってですね、今後もリリースにつながるような曲をですね、作れればいいなと思っています。今回そのリリースされるさつき EP なんですけど、そのリンクは下の説明欄のところに貼っておくので、よかったら聞いてみてください。そして、森本さん、イベントも定期的にされてますけど、ちょっとコロナもあって、告知するのちょっと難しいかもしれないですけど、今、定期的にされてるイベント情報を教えてもらえたらなと思うんですけど。ありがとうございます。そんなことまで宣伝させていただきまして。イベントを月に2つ、DJ で出させていただいてて、それ両方とも渋谷のクラブになるんですけど、一つが第2木曜日にですね、ホワイトスペースラボっていう、ちょっと小箱の、クラブがあって、そこでプレイさせていただいているのと、もう一つが、毎月第3土曜日に演奏風っていうちょっと中箱ぐらいのサイズのクラブでですね、プレイをさせていただいてますが、今のところですね、来月その第2木曜日はですね、7月8日なんですけども、無観客でですね、ライブストリーミングだけでの配信をですね、予定しております。で、もう一つのですね、土曜日の方はちょっと営業時間わからないんですけども、一応入場もできてですね、クラブの音をですね、大音量で楽しんでいただけるかなとは思っております。はい。次のその森本さんの DJ プレイでは、このさつきが聞けたりするんですか？
これがですね、ちょっと多分、実は僕 DJ するときにアナログだけで、アナログレコードだけでプレイしてるので、多分もしかけないかなと思いますね。はい。かけれたら、もったいないはい。かけようかなと思うんですけど、はい。いつかじゃあ、やっぱり、アナログで出すっていうのも必要になってきますね、森本さんの。そうですね。はい。アナログで出したいですね。アナログで出すってことは、かなりそのレーベルだけじゃなくて、このシーンの中でもですね、ある程度認知度であったりとか、こいつすごいぞっていう、そういう、なんですかね、位置づけまで上がった時に出せるものだと思うので、そこはですね、ちょっと次の目標にはしています。自分の曲いっぱい作れたら、ジェフ・ミルズじゃないですけど、自分の曲だけでですね、盛り上がるようなセット組めたらいいな、なんていうのはですね、思っておりますね。いや、それ素晴らしいですね。はい。今後のその新しい曲のリリースと、はい、そしてイベントを楽しみにしてますんで、はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。いや、こちらの方こそありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。